今回はタロットカードの15枚目。節制のカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第15話スタートです。カードナンバー14、節制。俺はしがないサラリーマンだ。家族のためにとにかく毎日必死に働いている。だが俺はコミュニケーションが苦手。人と接することが増えてなのだ。子供の頃から友達と遊ぶより家の中で一人で遊んでいることの方が好きだった。中学、高校と誰もが進む道を進んだが、友達と呼べるやつはできなかった。そのため学校に通うのは俺にとって辛く苦しいことだった。大学に進む頃にはそんな自分を変えたいと思い、コミュニケーションスクールに通ってみたが、結局は自分に負荷をかけただけで何が改善されることもなかった。もちろんそういったスクールに通って自分を変えられた人もいると思うし、もしかしたら俺が特殊なのかもしれない。俺は息を殺し、なるべく人と関わらないようにしながら生きるしかなかった。だから大学卒業後もできるだけ人の少ない小さな会社を選ぶことばかり考えていた。両親はそんな俺を情けないと言い、何のために大学まで出してやったのかと俺の顔を見るたびに愚痴を言っていた。親でさえ俺のことを理解できないわけだ。家にいても親の愚痴を聞かねばならないことに嫌気がさし、俺は家を出た。家を出て一人アパート暮らし。平日は仕事があるが、休日は部屋にこもって好きなだけ一人の時間を満喫することができた。そんな時だ。ある出会いが俺に巡ってきた。一人の女性が毎日乗る電車の中で声をかけてきたのだ。人と話すことが苦手な俺はどうしたらいいのかもわからず、聞かれることに返事をした。そのことがきっかけとなり、彼女は毎日俺を見かけるたびに声をかけてくれるようになった。こうして少しずつ距離が縮まり、俺もこの人となら会話ができると思えるようになった。彼女はとても優しい話し方をし、決して俺をバカにするようなことも言わなければ、他人をバカにするようなことも言わない。いつでもどんな人に対しても敬意の念を忘れない人だった。ありきたりな毎日の中で俺は小さな幸せを感じ始めていた。そして彼女が言った。おいしいラーメン屋さんがあるんですよ。よく行くんですが、よかったら一緒に行きませんか？驚きだった。なんでこんな冴えない俺にという思いでいっぱいになったのだ。それに他人と、それも女性と一緒にラーメンとはいえ食事をすることは俺にとって苦痛でしかない。俺が答えに困っていると彼女は笑いながら言った。そんなにためらいますか？私ってそんなに怖いのかな？いや、すいません。女性からそんな風に誘ってもらったことがなかったもので。俺は当たり障りのない言葉を選んで口に出した。結局断ることもできない俺は仕事帰りにラーメンを食べに行く約束をしたのだった。ドキドキと高鳴る心音を聞きながら、俺は約束の日、約束の時間、約束の場所で彼女を待った。
時間になっても現れない彼女にほっとすると同時におかしくなってきた。俺のような何の変哲もない男にラーメンとはいえ一緒に食事をしようなんて言ってくる方がおかしな話なんだ。からかわれただけなんだよ。これが本来のあるべき姿さ。それなのに約束だからとのこのこやってくるなんて、どこまで俺は抜けてるんだか。そんなことを考えながら時計を確認した。約束の時間から30分が過ぎている。帰ろうか。そう思った時だった。一生懸命走ってくる女性がいた。人混みの中、それこそ泣きそうな顔で必死に走っているのだ。俺は元来人の顔を覚える方ではない。何度顔を合わせていても、それが会社の人間で何年も毎日顔を見ているにしても、俺の中には顔がないのだ。全く覚えられない。ところがどうしたことか、走ってくる彼女の顔を見た瞬間にしっかりとそれが誰なのかが分かった。どうしてなのか、俺の中で彼女という人間に顔があり、その存在は俺の中に根付いていたようだ。彼女は俺のそばまで来ると息を弾ませながら、ごめんなさい。退社するすれで上司に呼ばれちゃって、用事があるのでって言って、やっと退社できたの。彼女はどうして遅れてしまったのかと弾む息の中、一生懸命に説明してくれる。どうやらそんな彼女を見ていて、俺の頭のネジは5、6本抜け落ちてしまったらしい。大丈夫というはずが、結婚してくださいと言っていたのだから。街中で、それも初めて一緒にラーメンを食べに行こうという時にプロポーズされて嬉しいはずはないし、普通に考えたら気持ち悪い方が先だろう。まだお互いを知ってもいなければ付き合ってもいないのだから。案の定、彼女は驚いた目を俺に向け、口を閉ざした。俺は自分の言ったことに驚き、慌て、すべてを否定するように、ごめん、そうじゃなくて、気持ち悪いこと言ったよね。ごめんね。と謝っていた。これで彼女とのラーメンは消えたことだろうし、二度と彼女と話をすることもないだろう。俺はなんてバカなんだと自分を殴りたい思いでいっぱいだった。ところが、はい、喜んで、と彼女は言ったのだ。俺は一瞬何が起こったのかもわからずにいたが、彼女が嬉しそうに満面に笑みをたたえていたので、もう一度恐る恐る聞いてみた。結婚してくれるんですか？はい。俺は夢なのかと自分の頬をつねってみたが、痛い。どうやらこれは現実のようだ。こうしてお互いの名前も知らない者同士でありながら、結婚を前提とした付き合いがスタートし、半年後には彼女のウェディングドレス姿を見ることとなった。結婚したことによって、俺は今まで以上に頑張らなくちゃいけないと自分に言い聞かせた。妻がいるのだから、家族がいるのだから、俺には守るものがあるのだから。とはいうものの、やはり俺の性格は治ることはなく、社内でもいつでも一人、少ない人数の会社だというのに自分の居場所なんてなく、毎日仕事をするだけ。誰かと一緒に飲みに行くこともなければ、忘年会や慰労会などといっても、俺は隅の方で黙って帰りたいという思いを口にしないように頑張るだけだった。
だが結婚して3年、2人目の子供が生まれた頃のことだ。何気なくテレビのスイッチを入れた。妻は俺のためにコーヒーを入れてくれて、子供たちは狭い部屋を走り回っている。穏やかな日常の中でテレビだけが現実とは違った世界を映し出していた。俺は思わず吸い込まれるようにテレビに釘付けとなった。そんなに面白いの？そうなのかな。わからない。彼女はいつもの歯がゆい答えしか出さない俺に笑っている。俺らしいと言って。これが他の女性だったらきっとイライラすることだろう。それなのにどんな時でも妻は俺を温かい目で見てくれて、決して俺をバカにすることはないのだ。俺はさらにテレビを見続け、ぼそっとつぶやいた。いいな。そのつぶやきに妻が顔を上げ、テレビに視線を向けた。その画面には自然豊かな大地で一人の男が脱サラし、農地を開拓したことによって自然の中で本来の自分と向き合って生きているという姿が映し出されていた。妻は何も言わず黙って俺を見ていたが、俺は知っている。これが永遠に勝ち取れない夢で、俺なんかにできるはずのないことだということを。それに会社を辞めてどうなる？テレビに映る男性は家族の理解があったからこそできたことで、俺の妻がいくら優しいとはいえ今の生活を捨てることを許すはずがない。子供たちだってこれからお金がかかるのに、どうなるかもわからないギャンブルのようなことに巻き込むことはできない。ならば自分で仕事を始めるか、在宅ワークなら誰ともコミュニケーションを取らずに済むのではないか。いや、何を考えているんだ。在宅ワークだってクライアントがいなければ仕事は成立しない。ということは、そこで他人とのコミュニケーションが必要となるじゃないか。それに、俺に一体何ができるって言うんだ。俺は自重するように笑うと、リモコンを手にし、チャンネルを変えた。家族のためなんだ。家族が幸せであるために、俺は生きてるんだ。しかし、そんな俺の心は疲れ、壊れそうだった。毎日会社に行くのが辛く、仕事をしていてもミスが頻発している。そんな俺を見ていて、社内の連中は陰で俺のことをバカにし、酒の魚にして笑っているのだ。上司だって苦虫を噛みつぶしたような顔で俺を見ている。いっそやめてくれたらいいとさえ思っていることだろう。それでも俺はしがみつく。たとえ何を言われようと、どんな状況に追い込まれようと、俺は家族のためにしがみつく。この会社にいる限り、家族は困ることなく生活できるのだから。あなた、これやってみない？ある時、妻が言った。これと言って出されたそれはパソコンからコピーしたチラシだった。何これ？町おこしの一環らしいんだけど、お年寄りばかりの農業地でね、移住者を募っているの。ここに移住すれば住むところも農地も無償で提供してくれるし、税金も免除されるのよ。空気はいいし、山が近くにあってね、きれいな川が流れていて、子育てするにはいいところみたいなの。すべてを調べたらしく、妻はどんなところで移住後何をしたらいいのかまで話してくれた。俺は農業なんてしたことないし。いや、この話は俺のために降ってきたようなものだ。俺の心はやりたいという気持ちと、これに手を出してできなかったらという不安でかき乱された。
やったことはないけど、あなたは農業について勉強してるじゃない。確かにその通りで、図書館に行っては農業関係の本を借りてきていた。せめて夢の世界で作物を作りたいと、それらを読み漁っては楽しんでいた。つまり小さな趣味というやつだ。定年後には家庭菜園ができるほどの庭がある一軒家に住めたらいいなという小さな夢だ。勉強と現実は違うから。俺は妻に静かに言った。その声はまるで落ち込んでいるように聞こえたかもしれない。大丈夫よ。この町に移住した人が何人もいるの。その人たちの体験談が載ってたんだけどね、全くの未経験の人でも町のお年寄りがちゃんと指導してくれたおかげで立派な作物ができるようになったそうよ。コミュニケーションが下手で会社にいるのが辛い人もね、この町で農業を始めて今では喜びにあふれた生活ができるようになったんですって。まるで俺のことを言っているような妻の言葉に俺は驚きを隠せなかった。もしかしたら妻は全部わかっていたのではないか。俺がどんな思いで会社に行き、どんな気持ちで仕事をしていたのか。もういいよ。あなたは私たちのために頑張ってくれたわ。これ以上頑張る必要ないと思うの。もうあなたの辛そうな顔は見たくないよ。それにね、これを見つけたのもきっとこのチャンスをつかみなさいっていうことだよ。チャンス？ね、あなたには言ってなかったけど、私時々占い師さんに見てもらってたの。もちろん高いところには行けないから、ネットでね、電話で答えを出してくれるような、それも安いところね。そしたらね、いろんなカードの中でもね、節制っていうカードが私の中にスッと入ってきてね、他にもいろんなカードの名前は言われたけど、それだけがなんかイメージに残っちゃってね、そのカードの意味がね、心身ともに疲労しきっているんですって。それにね、都会から離れて自然の中で優しい生き方をするといいっていう意味もあるの。妻はそこまで言うと、そっと俺の顔を見た。ごめんね。あなたが一生懸命働いてくれたお金を占いなんかに使って。でもね、私そのカードの意味を聞いて思ったの。当たってるなって。あなたは本当に頑張って一生懸命やってくれて、これ以上ないほど私たちを愛してくれてる。でももう休まないとダメだと思うの。もちろん会社を辞めるのはちょっと怖いかもしれないけど、あなたには私たちがいるから。私たちはあなたに守ってもらってるけど、今度は一緒に頑張るから。妻は全部わかっていたんだ。全部わかっていて、何も言えない自分に歯がゆさを感じていたことだろう。辛いことがあっても、不安があっても、俺に相談することもなく、だから占いに頼るしかなかったわけだ。そして妻が信じた節制のカード。占いの言うことを信じるなんて愚かなのかもしれない。だが俺のことを思ってくれている妻の言葉を俺は信じようと思う。俺のために必死に考えてくれている妻の言葉だからこそ俺は信じたい。とはいえ、応募したからって果たして向こうが受け入れてくれるかどうかわからない。俺は妻にそのことを指摘した。これで会社は辞めたが受け入れてもらえなかったら、それこそ妻はどれほどのショックを受け、俺に申し訳ないと落ち込むかわからない。だが妻の答えは俺をはるかに超えていた。
実はね、もう応募してぜひ来てくださいって言われてるの。まさか妻がそんな行動に出るとは思ってもいなかった俺は、あまりのことに驚きを隠せずにいた。妻と出会ってから一度だって俺に無断で何かを決めたことはないのだ。それなのに。ごめんなさい。でもどうしてもあなたに幸せになってほしくて、怒ったなら謝るわ。ね、ごめんね。でもどうしても行きたいの。その方が家族のためだと思うの。だからあなたを何としても説得しなくちゃって。妻は必死な面持ちで、それでいて恐れていた。俺に嫌われるのではないかと。勝手なことをして俺に愛想をつかされるのではないかと。俺は妻の涙の浮かんだ目を見て、負けたなと思った。これほどまでに俺のことを考え、俺を愛してくれていたなんて、さすがにわからなかったよ。俺は家族を守るつもりで守られていたんだ。そうだね。君は全部わかっていたんだね。辛い思いをさせてごめん。この話進めよう。どうなるかわからないけど、俺頑張るよ。俺はやっと今の苦しみから解放されるという思いで、ほっと肩の力が抜けるのを感じた。一緒に頑張ろうね。妻は満面に笑みを浮かべ、愛してるの。あなたのことが大好きなの。二度と勝手なことをしないから嫌いにならないで。そう言って俺の手を握りしめてくれた。嫌いになんかなるものか。これほどの人を嫌いになんかなってたまるものか。俺は妻を抱きしめると、ありがとうと涙声でささやいた。すると子供たちがやってきて、俺たちの背中に飛びついてきた。その重みがかつてないほど温かく、これが幸せの重みなのだと痛感した。翌日、俺はすぐに退職届を書き、会社に提出した。おかしなもので、退職届を提出するとき、初めて上司の顔をはっきりと見ることができた。その顔は、俺なんかいなくても何も困らないと言っているようだったが、俺はそれすらもう気にはならなかった。そうか、退職するのか。農業をするとは、これはすごいことを考えたね。もちろん俺はバカだと思うがね。いや、君は本当に愚かな勇気を持ってる人だね。いいよいいよ。本当なら退職までに1ヶ月は必要なんだけどね。君なら引き継ぎするほどの仕事もしてないしね。明日から来なくていいから。これが最後の言葉だった。どんな嫌味を言われようと、明日から来なくていいという言葉が俺の中で大きく膨らんだ。これで明日から引っ越しに向けての準備ができるわけだ。今頃妻は新しい土地の役場に連絡を入れて移住の手続きをしているはずだ。これで全てが進むと思うと、俺はどんなことにも耐えられると思った。こうして移住の準備が進み、春がやってきて夏になった。俺は今、自分が耕した土地に種をまき、妻と共に農業を楽しんでいる。子供たちは自然の恵みの中で多くを学び、ヤギや鶏と楽しく遊んでいる。時には川に釣りに出かけ、取れたての魚を炭火で焼く。何もかもが喜びで満ち溢れている。あれほどコミュニケーションが苦手だった俺だが、今では町の人たちとも問題なく会話を楽しめている。
農業のことを一から教えてくれるお年寄りや、わからないことがあったら何でも聞いてくださいという役場の人、俺たちの先輩の移住者、まるでかつての俺が嘘のようにコミュニケーションの輪が広がっている。そして俺は今、家族と共に生命の喜びを感じながら生きている。いかがでしたでしょうか。このカードは心の在り方を刷新することで、よりパワフルで高い意識の中で生きられるようになると伝えています。また、都会の喧騒から離れた生活や自然参加、環境に優しい生き方や社会の在り方を暗示している場合もあります。面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。